ねえねえ、すみれ、最近、また UBI ソフトのニュースをよく見るけど、何かあったの？そうなのよ。UBI ソフトが大変なことになっているんだよ。ストライキが起きたり、アサシンクリードのフィギュアで問題が起きたりしているわ。そうなの？どんなことが起きているの？まず、UBI ソフトの従業員がストライキを始めたんだよ。フランスのパリ、モンペリエ、リヨン、アヌシーにある UBI オフィスで働くフランス人約700人のスタッフが10月15日から3日間のストライキを行ったの。へえ、そんなに大規模なストライキなんだ。どうしてストライキを始めたの？主な理由は2つあるわ。1つは給与に対する不満。もう1つは RTO 命令への抗議なのよ。RTO って何？ RTO とはリターントゥオフィスの略でオフィスに戻れという命令のことなの。コロナパンデミック以降よく使われるようになった言葉よ。UBI ソフトは従業員に週3日は出社するように命令したんだけど、それに従業員が反発しているんだよ。なるほど。でも、出社するのが嫌なだけじゃないよね。他にも理由があるの？そうなの。実は過去5年間、多くの従業員が在宅勤務を基本に生活を築いてきたんだよ。中には UBI ソフトのオフィスの近くに住んでいない人もいるわ。突然の出社命令で、職を失う人や心理的社会的リスクが増加する人が出てくる可能性があるんだって。そうか。確かに大変そうだね。でも、UBI ソフトはなんでそんな命令を出したの？実はね、ある組合幹部は UBI ソフトが RTO 命令を人員削減の手段として使っているんじゃないかって示唆しているのよ。そんなことするの？ひどいね。そうなのよ。しかも、この RTO 命令は利益配分をめぐる協議が決裂した直後に出されたんだって。組合はリモートワークと RTO 義務化に関する正式な合意と給与交渉の再開を求めているわ。なるほど。UBI ソフト、いろいろ問題抱えてるんだね。でも、アサシンクリードのフィギュアの問題って何？さっき言ってたよね。そうそう。それがね、このストライキが始まった10月15日、全く同じ日にアサシンクリードに関する別の問題が起きたのよ。へえ、同じ日なの？すごい偶然だね。そうなの。アサシンクリードシャドウズの安家と直江のフィギュアで問題が起きたのよ。フィギュアの背景に描かれた鳥居が、長崎の三王神社の一本柱鳥居をモチーフにしているんじゃないかって疑惑が持ち上がったの。一本柱鳥居って何？特別な意味があるの？そうなのよ。三王神社は1945年8月に投下された原爆の爆心地から東南約800メートルの場所にあるの。現在も当時のままの姿で立っているのは、右半分の柱だけを残した一本柱鳥居だけなの。原爆の悲惨さを今に伝える象徴的な存在なのよ。そうか。それを軽々しく使うのは良くないね。そうなの。このフィギュアを作ったメーカーのピュアアーツは10月15日に謝罪声明を出したわ。私たちは最近不適切なデザインを公開してしまいました。ご指摘していただいた懸念に感謝し、これを通じて学びました。このことで迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。現在このデザインを改訂中です。と、不適切なデザインを公開してしまったことを認め、デザインを改訂すると発表したの。ちゃんと謝罪したんだね。でも、これって UBI ソフトじゃなくてフィギュアメーカーの問題なんでしょ？そうなのよ。でも、アサシンクリードシャドウズは以前から日本の描写が不正確だって批判されていて、UBI ソフトはすでに2度謝罪しているのよ。そうなの？どんなことで謝罪したの？一つは日本の描写が不正確だという批判に対してよ。開発チームは、アサシンクリードシャドウズは史実や歴史上の人物を再現する目的で作られたものではなく、エンターテイメントゲームとして開発していると説明したの。でも、それって矛盾してない？史実に忠実じゃないのに、歴史ゲームって言ってるみたいだよ。鋭い指摘ね。実は、その謝罪のわずか2ヶ月前に、アートディレクターが IGN、US に対して、できる限り歴史上の出来事に忠実なゲームにすることを目指している、と語っていたのよ。それって完全に矛盾してるじゃん。そうなのよ。それに、外部のコンサルタントや歴史専門家と協力していると強調していたのに、プロモーション素材の一部に監修が行き届かず、日本の皆様にご懸念をお示しさせてしまった、と謝罪することになったの。大変だね。でも、2度目の謝罪って何？それがね、関ヶ原の PR 活動を行う、関ヶ原鉄砲隊の旗を無断でコンセプトアートに使用してしまったことなの。それってダメだよね。著作権とかの問題になるんじゃないの？そうなのよ。UBI ソフトは謝罪したんだけど、すでに印刷されているコレクターズエディションに読本されるアートブックからこの旗を削除しないって言ったの。関ヶ原鉄砲隊はこれを不十分だと考えているんだけど、それ以降 UBI ソフトは公にこれに対応していないのよ。それは良くないね。ちゃんと対応すべきだと思うよ。そうね。この問題については IGN も記事で取り上げているわ。海外では
このフィギュアの問題について意見が分かれていて、半分の鳥居であること以外からは無理があるように思えるや、UBI ソフトは何を考えていたんでしょうかと、配慮が足りないという意見もあれば、私には問題ないように見えると、何が問題なのかわからないという声もあるのよ。なるほど。でも、日本の歴史的に重要な場所をゲームに使うなら、もっと慎重になるべきだよね。そうね。実は、この問題が起きる前日の10月14日にも別の問題があったのよ。まだ何かあったの？そう、チリのフィットネス系インフルエンサーが神社の鳥居で懸垂をして、それを SNS にアップしたの。他にもいろんな場所で逆立ちしたりして、かなり炎上したわ。うわぁ、それはダメだよ。神社は神聖な場所なのに。そうなの。で、この人も10月15日に謝罪することになったの。つまり、10月15日には外国で鳥居に関する謝罪が2つあったってわけ。すごい偶然だね。でも、これって外国の人たちが日本の文化をよく理解していないってことかな？そうね。文化の違いや理解不足が原因かもしれないわ。でも、だからこそ海外の企業や個人は日本の文化や歴史的な場所を扱うときは、もっと慎重になる必要があるのよ。なるほど。で、UBI ソフトは今後どうなるのかな？アサシンクリードシャドウズはこのまま再延長なしで無事にリリースできるのかな？それはわからないわ。従業員のストライキの問題も解決しなければいけないし、ゲームの内容についても慎重に対応する必要があるだろうから、いろいろな問題が重なっているから、今後の展開に注目が集まっているわ。そっか。これからの UBI ソフトの対応、気になるね。そうね。今回の話は、海外企業が日本を舞台にしたゲームを作る時の難しさがよくわかる事例だと思うから、私たちも引き続き注目していく必要がありそうね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。